こんにちは。マイコン開発で使える便利なツールを発見しました。特に仕事でマイコンを使った開発をしている人には非常におすすめできるツールかと思うので紹介していきます。それがこちらのエブリカです。これは一体何をするものなのかというと、マイコンのラムモニターツールです。マイコンの中の変数をリアルタイムで監視、操作するためのツールです。何をやるかだけ聞いてると結構怪しいツールに聞こえるんですけども、これはマイコンメーカー自体がこのツールを使うとマイコンの検証作業が効率化できますと言ってるくらい便利なツールです。どんな時にこれが役立つかというと、主にマイコンのデバッグ作業で役に立ちます。マイコンは基本書いた通りに動いてくれるのですが、ソースコードを書いた人の思惑通りに動いてくれるかはまた別問題です。これを使うと書いたソースコードがマイコンの中で想定通りに動いているかというのをラムに入った変数を監視することによって検証作業をしやすくします。書いたソースコードで本当に問題なく動くのか、想定通りの動きをしない場合はこのツールで変数を監視してどこが間違っていそうかという当たりをつける、または何かの外的要因によってマイコン自体がサンプリングしたデータにノイズが乗っているとか、そういったところに当たりをつけられるようになるわけです。でですね、こういったことは説明するより実際に見てもらった方が早いので、実際にデモを回していきたいと思います。どういったマイコンで動くかなんですけども、ARM の Cortex シリーズの ARM で動きます。基本的には Cortex シリーズであれば OK ということです。例えば Renesas、TI、Infineon その他各社が出しているマイコンで、それが Cortex を積んでいれば使えます。例えば Arduino R4 Minima は Renesas の Cortex M4 Core を使っているので、そのデバッグにも使えます。こっちは Infineon のモータードライブとかに使うマイコンなんですけども、そういった用途のデバッグにも使えます。とりあえずエブリカを使った検証作業っていうのを簡単に進めてみたいので、こちらの Arduino Uno R4 で試してみます。今回はこちらの構成で動かしてみます。可変抵抗の分圧された電圧を AD 変換器で読み込んで、その値を元に接続された LED を PWM で光らせるというものです。実際に動かしてみるとこんな感じです。抵抗を動かすと、このように LED が明るくなりました。これ今全開です。そして全開から0に戻していくと、このように LED は消えます。実際どれくらいの明るさで LED が光っているかというのは AD 変換の値によって変わっています。では実際にマイコンの中で AD 変換された値を見ていきます。この時一番簡単なやり方は何かというと、Arduino の開発環境に入っているシリアルモニターを使う方法です。これがソースコードです。少し解説します。ここで AD 変換してその値をセンサーバリューという変数に格納します。AD 変換した値は0から1023までなのですが、そのままですと PWM には使えないので、マップ関数を使って256段階にします。それをアウトプットバリューという変数に入れます。その変数をアナログライト関数に渡して PWM 信号に直すわけです。その後パソコンとシリアル通信して AD 変換の値を表示するということをしています。実際にパソコンへ接続してシリアルモニターで見てみるとこのようになっています。マイコンの中の変数をちゃんとシリアル通信して表示できています。シリアルプロッターも使っていますが問題なくプロットされていますね。次は今日の本題のエブリカを使ってみます。詳しい使い方については今回は省略するのですが、割と簡単に設定できます。今回使っている Arduino はデバッグ用の SWD 端子があるので、そこへエブリカから出ているケーブルをつなぎます。あとはエブリカをパソコンにつなげてエブリカビューアーという専用のソフトを立ち上げるだけです。実際にはもうちょっと設定は必要です。画面の左上から測定開始を押すと、はい。こんな感じで AD 変換の値の表示、そしてそのプロットが始まりました。結構リアルタイム性は高いですね。このデモを見ている皆さん多分こう思ってるんじゃないかと思います。これエブリカ使わないでも Arduino のシリアルモニターとシリアルプロットを使えば同じことできんじゃねってことですね。先ほど Arduino の開発環境でやっていたこととエブリカでやっていたこと同じように見えるかもしれないんですけども、実は違います。その違いはこんな感じです。左は Arduino IDE を使った場合、右がエブリカを使った場合です。Arduino のシリアルプリントを使う場合はですね、わざわざシリアルプリントっていう関数を使って Arduino の中に入っている変数をパソコンの方に送っていたわけです。エブリカの場合はどうかというと、マイコンの中に入っているセンサーバリューという変数を直接見に行ってました。これが大きな違いです。
実際データを取りに行っていた場所も違います。Arduino IDE でシリアルプリントを使う場合はこちらでデータをやり取りしていたのですが、Evrika を使う場合はこちらのデバッグ用の SWD 端子を使っていました。実際 Arduino のシリアル通信に関する部分を全て消したソースコードを書き込みました。当然この状態でシリアルモニターを表示しても画面には何も表示されません。シリアルプリントで USB-C を接続するんですが、そもそもつなげていないので、使えないんですね。次はEvrikaを使って RAM 上の変数を直接見てみます。この状態で内部の変数を見に行くと、こんな感じでしっかりと内部の変数を取りに行っています。なんでこれができるかというと、先ほども話した通り SWD 端子からマイコンのメモリー内にある変数を直接参照しているからです。ARM Cortex シリーズとEvrikaを組み合わせるとこれができるんです。ここまで来てこういう風に思っている視聴者の方多いと思います。それは何かというと、変数を見られるのは分かったんですが、じゃあそれに一体何のメリットがあるんですか？あんまピンとこないなっていう風ですね。実は RAM モニターを使うメリットはたくさんあるのですが、そのうちのいくつかを紹介します。まず一つ目がこちら、ソースコードを変えなくても OK。ソースコードを変えないでもEvrikaをつないじゃえば見たい変数をモニターできるということです。先ほど Arduino IDE を使った場合、シリアルモニターに変数を表示させるようなプログラムを書きました。これはデバッグするために仕方なくそうやったんですね。なんですけども、RAM モニターツールを使うと、マイコン内部の変数を直接見に行っているので、そもそもシリアル表示するっていう処理をマイコンの内部で書かなくてもいいんです。さっきはシリアル通信使っていたんですけども、他にもプリント F とかでも同じことをする場合があるかと思います。つまり RAM モニターを使うと変数を外部で表示させるための処理が不要になります。ちなみにEvrikaは変数をモニターするだけではなくて、マイコン内部の変数を操作することも可能です。これについては後でやるデモで紹介します。2つ目のメリットはデバッグ時間を短縮できることです。仮にシリアルモニターを使う際に他の変数を見たくなったらどうしますかという話なんですけども、ソースコードをその度に修正してビルド、そしてマイコンに書き込みという作業が発生します。プログラムの規模が大きくなってくるとビルドに結構時間がかかったりするんですね。RAM モニターの場合はビルドを変更する必要とかが特になくて、どの変数を見たいかというのを選ぶだけです。なので長時間のビルド待ちという不毛な待機時間から解放されます。これができるだけでデバッグの時間をかなり短縮できます。3つ目のメリットは最大で128変数をモニターできることです。これは2つ目のメリットと関連していますね。先ほどのデモですと見たい変数は1つか2つだったんですが、例えばこれが10個とか20個とかに増えてきた場合にどうするかですね。いちいちそれを書き換えるというのはものすごく大変な作業になります。あとはそうなった時に10個20個の変数をデバッグ用の信号として取り出せるのかっていう話にもなってきます。例えば GPIO の空き端子からデバッグ用の信号を取り出して、それをオシロやロジアナで見るなんてことがあるかと思います。この GPIO の空き端子の数に余裕がある場合はいいんですけども、空き端子が少ないのに見たい信号はたくさんあるみたいな場合ですね。それが非常に困ると。この場合残り少ない GPIO の空き端子をやりくりしながら信号を見るなんてことになるんですね。結構大変な作業になりますし、その都度ソースコードを書き換えるなんてことになるかもしれません。Evrikaの場合は最大1024の変数をソースコードの変更なしで監視することができるので、効率は大幅に上がりそうですね。ちなみにこの取っておいた変数というのはパソコンの中に保管できるので、とりあえず変数だけ取っておいて、後で何かしらのグラフを作ったり検証したりするのに使うこともできます。メリット4つ目を紹介する前に、ここまで見てきた視聴者の方が疑問に思っていることがあるかと思います。それ何かっていうと、この RAM モニターを使うことでマイコンの処理速度が遅くなったり、他の処理に悪影響を及ぼすんじゃないかということですね。結論から言うと、マイコンの処理速度は低下しません。そしてユーザーのプログラムも止めないです。処理速度は同じでプログラムは止めないと。これがメリット4つ目です。なのでEvrikaをつないで変数を監視しているんですけども、実際の装置に組み込んだ時とかなり近い状態で検証ができます。
先ほどのソースコードですとシリアルプリントを使って変数を見ていましたが、あの処理って実はマイコンの中で結構時間を使います。デバッグするために変数モニター用のシリアル通信コードを追加したら、その部分のオーバーヘッドが大きくなってマイコンの挙動が変わったぞみたいなことになる可能性もあります。エブリカを使うとそもそもソースコードの変更自体必要ないので、そのようなオーバーヘッドは発生しないので、結果として処理速度は低下しないということです。これはかなり大きなメリットになります。そしてメリット5つ目は高速サンプリングです。どれくらい高速かというと、1測定点あたり 6.5 マイクロ秒でやっています。例えばモーターの制御とか音声処理でこの高速サンプリングが役に立ってきます。これについては実際モーターを回すデモボードを使って確認してみます。こちらがモーター制御のデモボードです。Arduinoの上に乗っているルネサスの ARM マイコンを製品に組み込んで使う人は多いかと思うんですが、この Arduino 自体を製品に組み込んで使うっていう人は、あまり多くないと思います。なので、こちら Infineon のモーター制御ができるマイコンを使います。こちらも ARM コアを使っています。モーターの回転数を制御するためには、基本的にはモーターに流れる電流を制御します。この電流の制御というのは実はかなり高速にやられています。ものにもよりますが、数十マイクロ秒程度の制御周期を使うこともあります。その制御周期数十マイクロ秒の間でモーターに流れる電流、そしてモーターの回転数をサンプリングして、マイコンの中でいろいろ演算して、次の制御周期ではこういう電流を流したいから、じゃあスイッチはああいう風な状態にしようっていうのをマイコンの中で決めるわけです。マイコンの中にモーターの回転数、電流、トルクとかいろいろな変数があるのですが、それら変数を制御周期内で全てモニターしたい場合、そういった場合にラムモニターの高速サンプリングが役に立ちます。例えばモーターに流れている電流を3つ、そしてモーターの回転角とか、そういった変数が3個から6個ぐらい制御周期内で取れれば、実際デバッグにも役に立つだろうと、実際に見てみます。これも先ほどと同じくデバッグ端子にエブリカをつなぎます。あとはこのソフト側で立ち上げれば、はい、こんな感じで動作し始めましたね。ちなみに今動いてないんですけど、こういう風に回すと電流が流れてちゃんと波形が見えてるんですね。リアルタイム性はかなり高いです。動画の初めの方で変数をモニターするだけではなくて変数を操作できるとありましたが、それを実際に試してみます。ここでですね、変数を書き込めるんですね。今この変数を1にしたのですが、これをマイコンに書き込むとモーターが回り始めます。こんな感じですね。はい、回り始めました。例えば軸をつまんで回転数を下げようとすると、このようによりたくさんの電流を流して回転数をですね、元に戻そうとしています。こんな感じでモーターの制御自体は結構しっかりとできています。で、それをここでリアルタイムでモニターしていると。実際こういう風に見れると非常にわかりやすいですよね。このくらいよく見えていると、マイコンでサンプリングした電流波形とオシロスコープの波形を見比べることもできます。例えばモーターは回っているが、時々なんか制御がおかしくなってしまうと。まず第一にマイコンでサンプリングした電流に何かノイズが乗っていることを疑うことができますね。そこでオシロスコープを使って電流を実際に測定すると。それと同時にマイコン内部の変数をこのように比較してみることもできます。電流プローブで実際に流れている電流を測定した結果、流れている電流は制限波だったんだけれども、基板上でサンプルした電流を見てみると、それは何かスパイク状のノイズが乗っていて、基板にノイズ対策が必要でした。なんていう風なデバッグにも活用できます。ただ今回の場合はちゃんと動いていますね。こんな感じで外からのトルクを与えてあげると、実際電流の振幅が増えたりとか、そういうのが見えて楽しいです。今脱調しましたね。はい。今回は紹介しきれなかったのですが、ST マイクロエレクトロニクスのニュークリオやソニーのスプレッセンス、NXP の IMXRT なんかにも使うことができます。動画冒頭でもお伝えした通り、ARM の Cortex マイコンであれば基本的に使うことはできます。というわけで、リアルタイムラムモニターのエブリカが一体どういったものなのか、そしてどのようなメリットがあるのかというのがお分かりいただけたかと思います。今回の動画では ARM Cortex Core を搭載した Arduino Uno R4 Minima や Infineon のマイコンを例に見てきました。ポイントを簡単にまとめると、ソースコードの変更なしにマイコン内の変数をリアルタイムで監視操作できる。6.5 マイクロ秒の高速サンプリングが可能なので、制御周期の短いマイコンにも対応可能です。
それらを全部ひっくるめてデバッグの時間短縮やマイコン開発の効率アップができるわけです。もしいつもデバッグに時間がかかっている、変数を大量に見たいけど GPIO の数が足らないなど、そういった課題を抱えている方がいらっしゃいましたら、ぜひエブリカのようなリアルタイムラムモニターを検討してみるのも手だと思います。費用感については1個買っておけば開発効率がアップした分ですぐペイできるかなといった感じの費用感です。興味のある方は概要欄にあるリンクからデモ機依頼が可能なのでぜひチェックしてみてください。というわけでもしこの動画が役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か気になる点があればぜひコメントもしてみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。